補助で燃料代を抑えてるのに、お金の減り方は結構早いわね。原油が高いとそんなところまで響くのだ。家計にも運ぶ仕事にも効く話だし、そこは気になるじゃん。その補助対象がかなり広いのだ。ガソリンだけじゃなくて軽油や灯油にも同じ額で出してるから、動くお金が大きいのだ。そりゃ減るのも早いわね。使う側は助かっても、用意する側は大変よ。トラックとか暖房まで入るなら、生活のあちこちに効くじゃん。経産省は5月だけでおよそ2900億円を出したのだ。数字だけ見ると、毎月かなりの勢いで消えていく感じね。基金って、補助用に置いてあるお金の箱みたいなもんだよね。当初はおよそ1兆1600億円あったけど、6月末には約3800億円まで減ったのだ。差が大きいわ。原油が上がると、支える側も重くなるのね。コンビニで1000円札が何枚も飛ぶ感じじゃん。毎日だとかなり気になるよね。飛行機の燃料にも一部出してるから、見た目より広く支えてるのだ。だからこそ、どこまで持たせるかが大事になるわね。車を使う人はもちろん、運ぶ人のコストにもつながるし、そこは見ちゃうよね。もし足りなくなったら、また別のお金を使うことになるのだ。そうよ。今年度の補正予算に入っている中東情勢対応の予備費を使う考えなの。もしものためのお金があると、急な波に少しは備えやすいじゃん。燃料って、ほんと暮らしの土台なのだ。続いては、値段そのものの話なのだ。全国平均は1リットル 169.8 円で、前の週と変わらなかったのだ。170円のあたりで踏ん張ってる感じじゃん。政府の激変緩和措置で急に上がりすぎないようにしてるのだ。激変緩和措置って急な値上がりを和らげる仕組みってことだよね。名前は固いけど、やってることはかなり生活寄りね。7月2日からの分は1リットル 4.8 円の補助になるのだ。4.8 円って細かいけど、積み重なるとちゃんと効くじゃん。そういう小さな差が出荷が大きいと大きな差になるのよ。高めの輸入が増えたから補助の決め方を見直したのだ。いつもと違う仕入れ先が増えれば補助も同じじゃ済まないわね。仕入れ先が変わると見積もりも変わる感じ。アーシでもわかるじゃん。これって店頭の値段もまた動きやすくなるのだ。今は170円水準を支えてるけど、原油や輸入の条件で揺れやすいわ。給油する人はもちろん、運ぶ仕事のコストにもつながるから、気にしておくと助かるよね。油断するとすぐ家計にじわっとくるのだ。次はヨーロッパのお金回りの話なのだ。ユーロ圏の6月の消費者物価指数は去年より 2.8% 上がったのだ。2% を目指しているのに、その上にまだいるのね。消費者物価指数って、みんなが買うものの値段の動きをまとめたもんだよね。パンや電気代みたいな暮らしの値段をまとめてみる目安なのだ。それで高いままだと、中央銀行も動きにくいわね。前の月の 3.2% よりは下がったけど、まだ高めなのだ。少し落ちても、目標まで戻るには時間がかかる感じじゃん。アメリカとイランの覚書の後に原油が下がって、上げ幅は少し縮んだのよね。先物価格って、後で受け渡しする分の値段を先に決める感じだよね。原油の値段が落ち着くと、物価にも少し遅れて効いてくるのだ。でも、食品やサービスの動きまで全部すぐ静かになるわけじゃないの。ヨーロッパ中央銀行は先月、2年9ヶ月ぶりに利上げを決めたのだ。利上げすると、借りるお金の条件が少し重くなるよね。年内にもう1回動くかも。って見方が出るのもそのためね。家のローンとかにも、やっぱり響きやすいのだ。そうよ、お金を借りる側には結構近い話になるわ。海外の話でも、ローンや買い物につながると一気に自分ごとになるじゃん。さっきの原油の話で、一つだけ面白いのあるじゃん。原油の値段って、国際と日本で単位が違うよね。単位まで違うのだ。そこ、ちょっとややこしいのだ。国際では1バレルあたりで見ることが多くて、日本向けだと1キロリットルあたりで見ることが多いんだよ。同じ原油でも、見てる物差しが違うのね。そうそう。
世界の目安にはブレント原油がよく出てくるし、アメリカなら WTI もよく使われるじゃん。看板が違うと数字の見え方まで変わるのだ。しかも日本は運ぶお金とか為替も効くから、原油の値段だけ見ても終わらないよね。値札の裏がそんなに複雑だと、そりゃ気が抜けないわね。燃料の話って、結局は物価や暮らしの土台につながるのね。気になったニュース、コメントで教えて。概要欄にリンクもあるから後で見てほしいのだ。じゃあまた次回、会いましょうね。